はい、皆さんこんにちは、161P です。今日は具体的な曲の作り方をシェアしていきたいと思います。この動画は次のような人向けです。これからボカル P になりたい人、まだ1曲も作り上げたことがない人、いまいち曲の作り方がわからない人、もしくはね、もう今日 DTM 興味持って今日始めましたみたいな、そういう人向けの動画となっております。この動画は僕と皆さんが一緒にね、リアルタイムで曲を作っていって、同じね、一つの曲を一緒に完成させられるような、そういうね、コンセプトの動画となっておりますので、できればね、DAW を開いた状態で一緒に同じ作業をしていった方がすごくね、わかりやすいと思いますので、ぜひね、皆さん準備して、この動画を見ていただければというふうに思います。あと前提として、僕の作曲スタイルが基本的なこの鍵盤を使うので、皆さんがね、ミディキーボードとか電子ピアノとかそういう鍵盤を持っているという体で、解説をしていきます。とはいえ、ピアノ弾けませんとか、まだ持ってませんという方もいらっしゃると思うので、そういう方に関しては時間はかかると思いますが、なるべくね、一緒に曲が作れるようにね、ちょっと僕も努めていくので、どうかね、お手柔らかに見ていただければというふうに思います。とはいえね、やっぱりね、キーボードがないとね、やっぱり難しいところあると思いますので、今回作った楽曲データのミディデータはね、もうそのまま皆さんに配布しようと思います。なので、最悪、それを見て、なんとなくこんな風に打ち込んでるんだなとか、めっちゃコピペするとかもそれしていただいて全然大丈夫なので、そういうコンセプトでやっていきたいと思います。ちょっとこの動画本当に台本なしでやっているので、結構ね、グダグダなっちゃうところあると思うんですけど、解説頑張ってしていきたいと思いますので、ぜひね、チャンネル登録といいねボタンで応援をよろしくお願いいたします。はい。じゃあ早速ね、もう長くなる前に作曲のね、解説をしていきましょう。作曲のね、手順としては、僕の場合はまず曲のスケッチからしていくんですね。で、曲のスケッチをしていく場合は僕はね、ドラムとピアノでまずしていくので、まずね、そのプラグインを立ち上げていきましょう。音源に関しては、もうキューベースで持っていれば無料で使えるね、付属音源のみで楽曲を作っていきたいと思います。で、なるべくね、しょぼくならないような楽曲をね、皆さんと一緒に作っていければというふうに思いますので、そっちの方が多分皆さんのね、モチベーションとかも上がると思いますし、付属の音源とここまで作れるんだ、みたいなのがね、分かっていただけたら嬉しいなというふうに思いますので、付属の音源だけで作っていきたいと思います。じゃあピアノ、何でもいいですけど、ブライトアコースティックピアノ、もう GM 音源ですね。これを使っていきましょう。はい。で、ドラムももう、ハリオンソニック SE でいきましょうか。僕が初心者の頃によく使ってたのが、ドラムセットの、これですね、ドライスタンダードキット。これ非常に使いやすいので、もうこれでいきたいと思います。でね、ちょっとわかりやすいようにね、ここで、ピアノとドラムと入れておきましょう。で、メロディーを打ち込む用の、トラックも追加しておきましょう。メロディーは何にしようか。アコーディオンでいいかな。何でもいいけど。なんか好きな音源を適当に立ち上げてください。もう今回はこれでいきましょう。メロディーにしときます。まずスケッチ段階ではこのピアノとね、ドラムだけを僕は使っていきます。じゃあ具体的にね、何から始めるかというと、僕の場合はまずテンポから決めるんですね。どれぐらいのノリなのかとか、どれぐらいのね、速さの曲なのかっていうのをね、あらかじめ僕決めておかないと、本当にね、作曲がグダグダになっちゃうので、まずね、テンポから決めていきたいと思います。決め方としては、もう、その時の雰囲気というか気分というか、そんな感じですよね。頭の中空っぽにして、今日の気分で鼻歌歌いながらお好みでしていきましょう。タン、タタン、タン、タン、タタン、タン。ちょっと遅いね。今日の気分は何でもいいんですけど。どうだろう。皆さん気分どうですか？ 150 ぐらい？もうちょっと早くてもいいかな。これぐらいでいきましょう。本当に気分ですね。気分で今回170という風にいきましょう。で、次、ドラムですね。これが非常に重要で、もうドラムのリズムによって曲調ってもう一発で決まるんですよ。この段階で決まるんですよ。もう曲の世界観っていうのがね、ドラムのビートによって変化するので、これはね、必ず先に決めてしまいましょう。決め方としては、このスネアと、バスドラムだけで決めていきます。ピアノ、持ってない方、
だったら、ここにね、直接、打ち込んじゃいましょう。こんな感じで一個一個打ち込んでいってもいいですし、鍵盤持ってる方だったら、ここで打ち込んでもいいです。こんな感じのビートでいきましょうか。ので、クオンタイズかけてしまって、いきましょう。で、キーボードの Q で、クオンタイズをかけていきます。普通のビートですね。で、ドラムパターンに関してはね、本当に何でもよくて、もうこういうのでもいいです。僕がここで何を重視してるかっていうと、ビートなんですね。こういう風に跳ねるのか、素直にでいくのか。で、実質、これと、この二つはもうビートほぼ同じなんで、そのパターンに関してはどっちでもいいんですけど、跳ねるのか、跳ねないのか、そういうのはね、あらかじめ決めておいた方がいいかなというふうに思います。今日はもう本当に素直なパターンでいきましょう。はい、これが完成したら、あともうコピペしちゃいましょう。選択して、コントロール D で、わーってこう、増やすことができるので。はい。これで OK と。で、これをノリで、くっつけていきましょう。ピピピピピと。はい。これで、ドラムパート、スケッチ終わりみたいな。あとは、ピアノでスケッチをしていきます。で、ここまで作れたら、普段はもうピアノで演奏して、思いついた言葉とかメロディーを拾ってこう、つなげていくんですけれども、初心者の段階ではもうそれがまず不可能なので、どうしようかな。今回はコード進行をあらかじめもう決めておきたいと思います。実は別にこれ本当に台本ないので、この動画を撮る前からコード進行別に僕決めてるわけじゃないので、実際にスケッチを僕がもう先にしちゃうんで、もうコード進行に関してはもうそれを使っていくっていう感じで進めていきましょう。難しいコード進行を使わないように決めていくので、じゃあちょっとスケッチしていきましょうか。流しますと。でもうこの状態で、もうメロディーとかコードとか弾くだけっていう感じですね。で、今日はもう C メジャースケール、この8鍵しか使わない、基本的に8鍵しか使わないところでいきましょう。たまに黒鍵とかどうしても使うかもしれないですけど、基本的にはここをなぞってれば大丈夫っていうコンセプトでいきましょう。で、スケッチするときは、もう鼻歌で歌いながらとか、その場のノリでこう弾きながらしていくっていう感じですね。アップテンポだけど、あんまりこうしょぼくならないような曲を作っていこうと思います。じゃあね、やっていきましょう。さっきみたいな感じで多分いいですね。これをヒントにちょっと一曲、ワンコーラスを流れで作っていこうかな。間違えた。
はい。じゃあ、こんな感じか。ちょっと最後、変な感じだったけど。これでいいですね。はい、こんな感じで、スケッチが終わりました。なんか緊張した。なんか、なるべくね、変な感じにならないようにね、ちょっと自然にね、繋いでみました。で、この動画のコンセプトとしては、一緒にね、作りながらって言ってたんですけど、このスケッチの段階は、もうこれは別に一緒に真似しなくていいです。こんな風に曲作ってるよっていうのを、ちょっと見せたかったので、撮ったっていう形ですね。で、これなんでわざわざ見せたかっていうと、自慢をしたいとかじゃなくて、これ本当に大事なポイントで、初心者の人と、曲作りが慣れている人の曲の作り方の違いっていうのを正しく認識してほしいからなんですね。皆さん、初心者の方いらっしゃったらあれなんですけど、初心者の方と、なんかプロの作曲の方法って、こう全く違うなっていう風に感じませんでしたか？っていうか、まあそう見えますよね。でも、一見そう見えるんですけど、実は、全く同じ方法で作ってるよっていうのを、ぜひ、このスケッチを通して伝えたかったんですよ。で、どういうことかっていうと、昔の僕がそうだったんですけど、初心者の頃って曲を作ろうってなったら、今日頑張って曲作ろうと思って、こうパソコンの前に座って、こういう風にDAW開いて、実際にね、ピアノが弾けなかった頃とかってこう、単音でこう実際にテスト的に打ち込んでいって、コードがC で、みたいな。で、メロディーが、こんな感じで、みたいな。一個一個打ち込んでいくんですね。で、打ち込み終わったら、ちょっとバッキングパターン変えてみようみたいな感じで。こんな感じでこう、悩みながらね、一つ一つ打ち込んでいったんですね。なので、すごいね、時間がかかるんですけれども、その一方で、作曲風景とか、YouTube とかで見られる動画では、その動画で出てくる人は、そういうことを一切やらずに、さっきみたいにいきなりなんか、みたいな感じでこう、もう本当に流れでやってるなみたいな、サクサク打ち込んでるように見えたんですね。で、そこで思ったのが、なるほどと、曲を作りたいんだったら、なんかいろいろ理論で考えていくよりも、なんかその場のね、流れとか雰囲気とか、そういうノリでね、完成させればいいんだ、みたいな風に、思ったんですね。なので、なんかコード進行とか、メロディーとかもあまり練らずにね、いい感じの音になればいいや、みたいな感じで作ってるように見えたんですね。それを真似してね、初心者ってこう、なぜかね、やりたがるんですよね。なんかその動画見てると、すごいなんか自分もできそうな感じがして、とりあえずパソコン立ち上げてこうやってみるんですけど、実際はそういうことできないから、やっぱりこう、一個一個確認しながら打ち込んでいって、で、なんか出来上がったやつ聞いて、なんかめっちゃしょぼいじゃんみたいな感じで、なんか、この後どうすればいいんだろうみたいな。A メロできたけど B メロの繋ぎ方わかんないとか、そういうので、挫折みたいな感じで、やめちゃってたんですけど、そんな風になるんですね。で、これね、長くなって申し訳ないんですけど、何が言いたいかっていうと、実はプロもちゃんとね、一つ一つ丁寧に確認してやってるっていうことを伝えたいんですよ。いやいや、お前それやってないじゃんってこう思ったと思うんですけど、実はプロってその考える速度っていうのがもう慣れちゃってるんでね、プロじゃなくても曲作り慣れている人全般そうなんですけど、その速度が高速で、しかもそれをこういう風に鍵盤でなんなら弾かないし、そういうね、キューベースとかダウの画面上に出てこないんですよね。だから要はその頭の中で作り上げてて、ある程度練られたものがもうこの鍵盤に出てくるんですよ。初心者で言うと、もう最初コードこれでみたいな、メロディーこれでみたいな、で次バッキングがどうしようかなみたいな、これでみたいな、でこれじゃあメロディーとコード合わせて、でこういう風にやっとね、一つ一つこうね、悩みながら作っていってやっとたどり着くんですけど、曲作りが慣れてる方っていうのもそれにたどり着くまでのステップっていうのをもう頭の中で処理しちゃってるんですよね。表面上に出てこないんですよ。だからYouTube の動画で見る限りは、いきなりなんかもうあたかも元々曲作ってましたみたいな、台本がありましたとか、なんかもうあらかじめ決まってましたみたいなそれを弾いてるよりこう見えちゃうんですけど、実はそうじゃないよとっていうのをね、伝えたかったんですよ。で、この事実に気づけるかって非常に大事で、僕はそれをやっぱり知らなくて、その動画だけ見て、そういう風にこう勢いでやればいいんだっていう、その本質を見るんじゃなくて表面的な部分しか見れてなかったんで、すごいね、曲作りができるようになるまでにものすごい時間がかかったんですね。でもこれを知ってるかどうかでモチベーションが維持できるかっていうのもそうだし、曲作りがね、確実に上手くなっていくかどうかの分かれ目になるので、ぜひこれは知っておいてください。で、今回の動画ではそういうね、曲作りに慣れている人が頭の中で処理しちゃってることをあえて細分化していきます。
細分化して皆さんにお伝えしていきます。今ね、もうスケッチで出来上がったんですけど、初心者にじゃあこれをじゃあ一緒に打ち込みましょうって言っても、もう何してるか正直わかんないじゃないですか。だから、これを一つ一つ、どうやったらじゃあこれになるのかっていうのを細分化していけたらなっていうふうに思います。ちょっと普段僕がね、もう感覚というか、頭の中でやっちゃってることをもう言語化していくので、ちょっと難しい部分があるんですけど、できるだけね、わかりやすくお伝えできればいいかなっていうふうに思います。はい。スケッチ段階でね、こんな感じでなっているんですけど、これはね、細分化していきますよと。ということで、もうこれ、せっかく作っちゃったんですけど、消しますよと。消します。じゃあ皆さんね、ここから一緒にやっていってください。コードね、あらかじめ伝えておきましょう。何だったっけ？OK。コードは、イントロが、C、Em、F、G。まず、ここからね、していきましょう。もうこのコード進行はもう僕が決めたというよりも今皆さんが思いついたっていう体でやっていきましょう。もう一緒にね曲作りしていくんで皆さんが思いついたっていう形ですね。で、これを実際に打ち込んでいきます。鍵盤持ってる方だったらコードを打ち込むときは基本的に左手でルートをして右手でそのコードを押さえると。難しい方は別に左手いらない。コードだけ打ち込んじゃっても大丈夫です。なんなら別にコード取らなくて単音だけでも大丈夫です。ということで単音だけでやっていきましょうか。じゃあいきますよ。1345です。1345。はい、これでいいです。で、キーボード持ってないよっていう方はこういう風にね一個ずつピアノロールで同じように打ち込んでいってください。じゃあこれがもうイントロのコード進行ですよと。コードネームで言うと多分 C、Em、F、G ですね。はい。じゃあこれをループさせましょう。切り取ってこれをコントロール D でもいいですし、これはね、こういう風にね、囲んで、クリックして、オルト。クリックして、オルトをして、ここまで引っ張って離すと。で、これが出てきてしまった場合は、パートを拡張します。そうすると、こういう風に。はい。これがもうコード進行ですね。で、これがイントロですよと。もうこれでイントロの完成です。で、こんな感じでね、とりあえず、コード進行を作っていきましょう。イントロをちょっともう一回ぐらい繰り返して、で、次、A メロをね、作っていきます。で、ちょっとね、画面見ていただいている方に分かりやすいように、ちょっとマーカーをね、つけていきます。ここがイントロで、2番が A メロ。もうすごく分かりやすい。で、A メロも基本的には一緒ですね。コードで言うと C、Em、F、G ってなってるんですけど、イントロと同じとはいえ、そのまましちゃうと、なんていうか味気がないので、Em の後に E にしちゃうっていうね、やり方でやっていきましょう。てか、イントロは、このリズムだったと思うんですけど、A メロはね、もうちょっと長いです。こんな感じで弾いていきましょう。はい、OK。できたら Q、キーボードの Q を押してクオンタイズをね、かけておきましょう。はい、これで A メロの完成です。A メロのコード進行ですね。はい、じゃあ次 B メロですね。B メロは何だろう。今上がってきてたんで、なんとなく下げたっていう、それだけですね。これをね、打ち込んでいきましょう。で、
次、サビに移るんですけど、サビに移るときは、なんか僕、ここで、同視聴転調してたんで、同視聴転調とかもう本当難しい話はもう今日は抜きにして、もうどうでもいいので、打ち込んだ後は A フラット、B フラット、これで打ち込んでください。これで B メロが完成しました。はい。OK です。じゃあ次、サビ。サビは、どのコード進行を使ったかっていうと、僕のね、以前の動画でも出てきた、もう皆さん大好き、王道進行。これをね、使ってますよと。4、5、3、6。で、そのまま別に4、5、3、6でもいいんですけど、ちょっとね、ありきたりになっちゃうんで、4、5、1、B フラット。で、その後に、もう一回、4、5、3、6、打ち込んで、2番目、5番目、1番目。これで解決をしていきましょう。じゃあちょっと打ち込みながらやっていきましょう。こんな感じですね。もうこれだけでね、コード進行できちゃったっていう感じですね。あとはね、皆さんメロディーを考えていきましょう、一緒に。で、メロディーは、この発見さえ使っていれば基本外すことはないです。で、本当にね、好きなように作っちゃってください。メロディーを考えるとき、多分ここ一番時間かかると思うんですけど、メロディーを考えるときは歌詞もね、一緒に考えていきましょう。なんだろう、もう僕が初心者だった頃にぶち当たった壁の一つとして、なんか曲はとりあえず作れるようになったけど歌詞全然思い浮かばないとか、逆に歌詞浮かんだけどそれに合うメロディーがわかんないとかっていう風に壁にぶち当たったんですね。で、これをね、解決する方法が僕の中で唯一あって、何かっていうと、メロディー弾きながら歌詞つけちゃうっていう方法です。最初はね、難しくてもちろんできないと思うし、時間かかると思うんですけど、ただこの癖を初心者の頃から身につけておくと、ものすごいね、格の違いの速さで曲を作ることができるので、もう鼻歌でいいです。もう思いついたもの、もうシチューだったらシチュー美味しいなとか、なんかもうその辺にティッシュがあるんだったら、ティッシュ美味しいですみたいな、そういうのでいいので、なんとなくその歌詞の言葉をね、掴みながら、作っていってください。で、さっきね、ティッシュでいいとか言ったんですけど、ティッシュの曲を作りたいんだったらティッシュでいいんですけど、ある程度テーマを決めた方がいいですね。なんか恋愛とか何でもいいです。なんかそういうのを決めてからよかったらね、していきましょう。で、テーマが思い浮かばない方は、もうメロディーだけとりあえず拾って、なんかいろいろ思いついたものとか、そういうのでテーマ拾っていくと。僕もまだ思いついてないので適当にしていきましょう。あと言うの忘れてた。この B メロが終わって、サビに移るときの、ここはね、キーが変わってるので、どうだろう、初心者難しいので、ここは、この E フラットからの D で、ここのメロディーだけちょっと、すいません。ここだけちょっともう固定でさせてください。そっちの方が多分分かりやすいと思いますし、悩まないと思うので。はい、じゃあサビもね、していきましょう。これをね、何回か繰り返しながら、ちょっとね、固めていくっていう形ですね。
で、人によってはね、今回アコーディオン使ってるんですけど、アコーディオンだとなんかこうメロディーのイメージ湧かないっていう方ももちろんいらっしゃるんですよ。そういう方はもう本当にもう好きな音源で、一番ね自分のインスピレーションが高まるようなね音源を使ってください。何でもいいです。もうギターならギタリーです。自分のインスピレーションが高まるね音色を使っていただければと思います。で、歌詞もね、一緒にもう書いていきましょう。たたたた、照れ隠しは、なんとかなんとか、たたたた、たたた、たたたたたた、たた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 、嘘つきだ。なんだろう、ここ。ここでなんかね、こういうメロディーいいなって頭の中で思いついたので、なんだろう。もう思いついた言葉を本当に、ほら、ほら、ない、ほら、泣いて笑ってじゃん。ほら、泣いて笑ってじゃん。なんとかなんとかなんとか、なんとか、みたいな感じで。まあこんな感じで思いついたね、言葉をこう捉えていくんですね。で、こんな感じで A メロでなんとかなんとか、照れ隠しはーってこう出てきたら、もう A メロだけに絞っていくんですね。A メロだけ、ループしちゃうみたいな。で、曲の進み具合がこう遅くて嫌だなっていう人はもうテンポ一時的に上げても大丈夫です。チャ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 でもここもうめちゃめちゃなんですけど、こういうねメロディーごちゃごちゃなってるところはもうとりあえずスケッチなんで、もうそのまま修正したい人は修正してもいいんですけど、僕はもう修正しないでいきますね。で、こういう風に言葉尻が出てくるので、この照れ隠し場とか嘘つきだとか、なんか泣いて笑って、まあジャンプはわかんないですけど、まあ、こういう風に出てくるので、このフレーズから多分照れ隠しで嘘ついて泣いてて笑ってっていう感じだったら多分恋愛かなみたいな、そんな感じで妄想しながら小説を書くようにしていくんですね。で、照れ隠ししてるってことは多分主人公多分女の子か男の子かで、まあ、そっぽでも向いてるのかなみたいな感じで書いていくと。で、あとはメロディーとね一緒に照らし合わせていくと。そっぽ向いたタタタタタ、なんとかなんとかタタタ、ひら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 回ってゆく、チャ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 、チッタチッタチッタ、だから花びらとか、これを一個一個していくんですねで、ピアノが弾ける方だったらもう実際に弾きながらスケッチしていきましょう。
というわけでね、僕はメロディーを作れました。で、メロディーの関係上、僕は最初にサビで、ここのフレーズですね。こういう風に素直に終わってるんですけど、僕が作ったメロディーがね、この長さに合ってなかったので、僕はここをちょっともうちょっとね、長くしたいと思います。これはもうちょっとケースバイケースで、人によって長さ変えてもらっても大丈夫です。はい。というわけでね、歌詞とメロディーができたので、こんな感じでできたよっていうのを聞いていただければというふうに思います。ちょっとね、僕歌下手なんですけど、歌詞とメロディーだけじゃね、どのメロディーがどれに当てはまってるのかがね、わかりづらいと思うので、ちょっとね、こう、僕はハミングしながら、歌いながら、聞いていただければと思います。ちょっとお耳汚し申し訳ないです。あと自分で打ち込んでおいて、メロディーね、完全に覚えてるわけじゃないんで、ちょっと外す部分もあると思うんですけど、こんな感じだよっていうのはね、ちょっと恥ずかしいですけど、伝えていければと思うので、参考にしてください。そっぽ向いた照れ隠しは散った花びらのようひらひら舞ってゆくそっと言葉に傷ついたは笑ってみせる嘘つきだあと一歩届かずにその左の一歩が届かずにあと一歩君に歩けずにあの子が追いついたバカだなほら泣いて笑ってじゃん期待なんかしてないってばくれた言葉の端ばいさえ胸にバカみたいでしょほら手を繋いでスマイル期待させないでよいちいち大切なの君も嘘つきだはい、こんな感じのね、メロディーと歌詞が思いついたっていう形ですね。なんか最初ね、照れ隠しはとか、そっぽ向いたとかいう形だったんで、恋愛っていうのはね、間違いなく分かったんですけど、嘘つきだっていうフレーズが最初に出てきたので、これもう失恋させようと思って。失恋させようと思って、ここまで歌詞を書いたっていう形ですね。僕が想像した世界では主人公女の子で、女の子がこれそっぽ向いてるんですよ。で、それ照れ隠して、でもその照れ隠しすら気づいてもらえないという形で、散った花びらのようにこう、ひらひら舞っていくっていうのを表現してます。で、やっぱりね、こう恋愛してる時って、その人の、こう、発言とか態度とか、ちょっとしたことでね、一喜一憂するじゃないですか。甘酸っぱい感じ。だから、そっと言葉に傷ついてはっていうのは、別にその男の子は別に大したこと言ってないんですけど、いちいちね、その言葉尻を捉えて、傷ついてしまうっていう繊細な女の子のね、感情を、表現してると。でも、本人には本当はね、ショックだったけどね、そのショックをね、隠そうとして笑ってみせる。で、それに対して自分は嘘つきだという感じです。で、B メロに関しては歌詞を書くときは、起承転結というところの点なので、ここでちょっと転ばすんですね。で、どう転ばせるかっていうと、僕はもう絶対にこの人を失恋させようと思ってたので、何かが起きたことをここでね、証明したかったんですよ。で、このそっと言葉に傷ついてはっていうところがあるので、これだと思って。で、これ何に傷ついたかっていうと、多分その好きだった男の子が、彼女できましたみたいなことをね、多分言ったんだろうと予測して、もうあとちょっとで本当はね、自分がその男の子と一緒にこう横を歩けるはずだったと。くっつけるはずだったのに、あと左の一歩ね、その一歩が届かなかったと。届かなかったというか、自分のこう臆病でね、届けなかった、歩けなかったっていう風にして、そういう風にしてる間に別の女の子に先を越されたと。で、自分に対してバカだなと。で、サビなんですけど、で、ほら、泣いて笑ってジャンプ。で、これ多分思い出かなんかを振り返ってるんじゃないですかね。なんかほら、なんか泣いたり笑ったりして楽しかったんでしょうね。で、期待なんかしてないってばってこう、強がるような。これ多分、過去と未来と今とかいろんなところでね、多分考察ができるような書き方をしてますね。その男の子がくれた言葉のね、端々にさえ胸に刺さってると。バカみたいでしょと。で、ほら、手を繋いでスマイル。これ多分男の子に以前繋がれたことがあるのか、それとも男の子が今の女の子と手を繋いでスマイルしてるのか。それに対してね、もう期待させないでよっていう。でも、やっぱりいちいち大切なんだよと。あな
のこと大切なんだよと。この辺とかこの辺とかで思わせぶりな態度が多分彼にあったんでしょうね。で、ここで君も嘘つきだという風に締めると。なのでこれはタイトルも嘘つきとかにしましょうかね。はい。そういう感じです。皆さんはね、どんなね、歌詞とメロディーがね、書けましたでしょうか。でも歌詞とメロディーって本当にね、正解とかないので、皆さんが思いついたようにね、書いていただければというふうに思います。同じコード進行とかでもね、やっぱりメロディーと歌詞が違うだけで、いろんな曲が爆誕するので、ぜひね、自分が書いた歌詞とメロディーをね、大切にしてください。で、メロディーね、よく作り方がわかんなかったよっていう方がいらっしゃると思います。難しく感じた方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。中にはね、なんか単調になってしまうなと思った方もいらっしゃると思うんですけど、そういう人のためにですね、ちょっとメロディーの作り方っていうのをね、コツっていうのをお伝えしていきたいと思います。で、今回ね、コードが結構単調なんですよね。A メロで上がって B メロで下がって。で、サビに関してはもういろんな曲で莫大に使われている、王道進行で来ちゃってるので、やっぱりコード進行だけで見ると、どうしてもね、もう聞き慣れてるんですよね、皆さんも。だからどうしてもね、単調になってしまいがちなんですよ、そのまま素直にメロディー作ると。だから、メロディー作る際にこういう時は工夫が必要であって、例えば、ちょっと実際に僕が作ったメロディーをね、見ていきましょう。ここですね。ここをあえて裏拍で入れてるんですね。ちょっとね、待つことによって、ちょっとこう、おしゃれな雰囲気にするんですね。これ最初の出だしもそうですね。普通だったらこの辺に持っていきたくなるわけですよ。この辺になんか、タタタタタラタ、何でもいいですけどメロディーは。こんな感じで、とにかく頭にね、持ってきたくなると思うんですけど、それをあえて一拍ずらして打ち込むと。はい、こんな感じで入れていくと。で、次 B メロですけど、B メロもね、難しかったと思います。普通だったら多分、ミとか使いたくなるんじゃないですかね。ミとか、ドとか、ソから始めても多分、上がっていくんじゃないですかね。これをあえて現代の音楽っぽく、下がっていくっていう、合ってんのかなこの解説大丈夫かなそんな感じで、この人間の心理のあえてをね、ついていくっていうやり方ですね。で、サビに関してはここもう一番の盛り上がりなので、結構失恋してて、やっぱりね、悔しいですよね。この女の子負けちゃったんで。負けたっていうか先を越されたんで。だから、それをね、表現したくて。で、期待なんかしてないってばっていうところが、すごくね、この女の子のパワーをね、妄想上で感じたので、ここに最高音っていうか高いところを持ってくるっていうイメージですね。期待なんかしてないってば。ここですね。バカみたいでしょ。ここで、こうグッとくるようなメロディーに作ってあげると。で、グッとくるようなメロディー作りたいときは、やっぱり高い音をね、使うことなので、それをね、反映させてるような感じですね。やっぱこうノートで見ても、やっぱここら辺高いですよね、音が。くれた橋はチャ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 ラララ、バカみたいでしょ。このバカのかの部分がやっぱりすごい強いので、書きくけこの家行はね、やっぱりね、言葉が強くなるので、そこに最高を持ってくるとか。ここも書きくけこの木が来てて。期待なんかしてないってば。こう、ボーカリストが歌うときに、歌いやすいように気持ちよく歌えるようなメロディーと歌詞にしてあげることは多分大切ですね。期待なんかしてないってば。くれた言葉の端パイさえ胸にバカみたいでしょ。このでしょうとかこうしゃくらせる歌い方とか多分ボーカリストすごい好むと思うんで、歌詞とメロディーのバランス考えつつ、実際にボーカリストが歌った時に気持ちよく歌えるかなみたいなのを
反映させていくんですね。もうこの辺ちょっと言語化するのが難しいんですけど、なんとなくイメージで掴んでいただければいいかなと思いますね。で、歌詞とね、メロディーがしっかりしていればもう、この段階で、いい曲だなっていう風になると思うので、あとは、このね、最初に打ち込んだコード進行とか、そういうものをちゃんとしたというか、バッキングに変えていくっていう形です。で、次、イントロなんですけど、イントロは楽曲の雰囲気を壊さないようなね、イントロにしていきましょう。よくあるのは、もうメロディーをそのままイントロに持ってきちゃうパターンとか、よくありますよね。それでもいいですし、なんか思いついたものをね、適当に打ち込んでいってもいいです。ちょっと僕はね、そのまま適当に打ち込んでいきます。こんな感じで打ち込むと。これでもいいんですけど、思ったのがちょっと単調なので、イントロの最後のところとか、イントロダッシュから A メロに変わる直前のところに癖をつけてあげると。ところどころで、ピアノの人を遊ばせてあげるっていう形ですね。これでね、イントロが完成したという形です。もうイントロもね、さっき言った通り、A メロのメロディー持ってきたりとか、本当に発見のところだけ使ってればいい感じになるので、それで自由に作っていってください。で、本来はね、もうこれで終わりですでもいいんですけど、これだとね、本当に味気なくって、初心者の壁っていうのは、これが作れた後に、ある程度ね、曲として完成させられるようになるっていう、また新たな壁が立ちはだかるので、そこまで解説していきたいと思います。ということで、バッキングですね。じゃあまずイントロから変えていきましょうか。イントロは正直16小節あってかなり長いので、最初の8小節、これを最初のイントロにして、で、楽曲の雰囲気出るように最初ドラム消しときますと。はい。これだけで、なんとなくそういう曲かみたいになると思うので、あとはパートごとにね、バッキングを変えていくと。で、具体的に初心者がじゃあピアノのバッキングをどういう風に変えていけばいいかっていうと、一番簡単な方法は、オクターブですね。低い音、高い音。同じ音だけど、低い、高い。チャー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 。こういう風にしてもいいです。で、この時に、コードって基本、こういう風に3和音になってるんですよ。C だったら、ドミソってなってるんですけど、これはね、このまま打ち込んじゃってもいいんですが、曲によってはですね、この3和音を素直に打ち込むと、重くなってしまうことがあるんですよ。なんとなく重たい感じするので、その場合は、3度の音って、そのコードを明るくするか、暗くするかの大事な音なんですけど、裏を返せば、これを抜いちゃえば、どっちだろうみたいな。明るくも聞こえるし、なんとなく物悲しいように聞こえるな、みたいな雰囲気になるんですよ。だから、それをあえて利用する。オクターブで捉えた後に、3度入れちゃうと重くなるので、もう5度だけ拾っちゃうと。そうすると、あら不思議。こんな感じで。あれどっちだみたいな。おしゃれになるんですね。初心者ってやっぱりコードって3和音って思っちゃってるので、どうしても素直にね、打ち込んじゃいたくなるんですよ。
これでもいいんですけどね。ただ今回はね、あえてそういうテクニックがあるよっていうのを伝えたかったんで、この、オクターブと5度だけでしていきましょう。で、ピアノね、弾けない方はもう打ち込んでいってしまって大丈夫です。こんな感じで書いていってもいいです。で、これをね、並べていくと。で、これは3度が抜いてあるので、そのままこの形のままコピーしていきますと。これクリックして、こういう風に動かしながら、この状態で、オルトキー押すと、こういう風にアイコンがプラスマークに変わって、このままコピーできるようになるので、これで動かしていってください。こういう風に打ち込んでいっても大丈夫です。ピアノ弾ける方だったらやっぱり弾いちゃった方が早いですね。でもイントロの方ももうこの子でいきましょう。この5度で。オクターブと5度のやつで。そのままいっちゃっていいです。この辺コピーして。間違えた。でも貼り付け。で、イントロちょっと重たくなりがちなので、5度も抜いちゃうみたいな。ピアノが弾ける方だったら、もう打ち込み直した方が早いですね。実際にこういう風に鍵盤で弾くと、そのベロシティまで調整してくれるんで。適宜グリッサンドとか挟みながらね。で、A メロのバッキングに関してはイントロとちょっと違っておりまして、イントロは今回はピアノを軸にしたイントロなので、左手でコードを奏でながら、右手はこうメロディーを弾いてるんですね。ただ A メロになるとボーカルがメロディーを歌うことになるので、ピアノの右手がちょっと暇になるんですよ。なのでこの際は思いっきり遊んじゃっていいんですよ。遊ぶって言ってもピアノが弾ける方だったら感覚的に弾けると思うんですよ。こういう風に適当に弾けると思うんですけど、こう、初心者の場合って、もしくはピアノが弾けない場合って結構難しいので、今回は、素直に弾いていきたいと思います。ルートがあって、コード、3和音で弾くと。はい、こんな感じですね。これで A メロが出来上がりましたよと。今回は、これで打ち込んだんですけど、別にこれじゃなくてもいいですよ。こんな感じでもいいです。ちょっとね、リアルタイム下手でしたけど、楽曲の雰囲気を壊してなければいいと思いますし、自分がね、狙った雰囲気になってれば、それでいいかなと思います。僕は普通にシンプルに、このリズムでいきたいと思います。やっぱりね、こう、素直に打ち込んじゃうと、くどいんですよね。ずっとこうくっついてくるような印象になるので、じゃあこれをどうするかに関しては、ちょっとね、コードをね、展開させてあげて、この音をじゃあ低くしてみようとか。
この辺からちょっとね、くどくなってきてるんで、特に高音がちょっとしつこいですよね。なんで高音ちょっと下げとこうとか。これ展開って言うんですけど。ここだ。はい。こうするとさっきよりね、くどくなくなりましたよね。さっきのがこれですね。ちょっとしつこいですよね。メロディーとのバランスを見てあげるんですよ。このトラック選択した状態でメロディーのトラックをシフトを押しながらクリックするとどっちも選択することができます。で、この状態でこのノートを見てみると、ここがメロディーでこっちがコードだっていう風にわかるんですけど、例えばここですね。このメロディー、ちょっとこう、2拍ぐらい隙間があるじゃないですか。で、コードも結構間延びしちゃってると。遊んじゃってるんで、ここに、なんでもいいですね。ドレミとか、そういうのを入れてあげると。ダラララとか、こういうのを入れてあげると。そうするとちょっとまたバッキングにバリエーションが出るんですよね。ちょっとこれピアノとピアノでぶつかっててわかりづらいと思うんで、ちょっとギターに変えておきましょうか。はい、こんな感じですね。で、ここもほら、小説がっていうか A メロが終わって次 A メロダッシュにこう、間延びしちゃってるんで、この辺この子暇そうですよね。暇そうなんで、ここも変えてあげるんですよね。これでいいですね。こんな感じでね、遊びながら入れていくような形。こういうことがやっぱりピアノが弾けると自然にできるようになるので、だから楽器が弾けた方がいいですよっていうのは、ここに繋がってくると。はい。で、次、B メロなんですけど、B メロは、そのままこのバッキング続けちゃうと、マンネリ化するんですよね。ちょっとしつこい感じするので、ここでちょっとリズムをね、バッキングを、パートをね、雰囲気を変えてあげるんです。例えば、こういう風にしていく。で、さっきと同じように、メロディーとのバランスを考えながら、本当は一回さっきみたいに打ち込んで、メロディーをね、これノート上で付け足していくんですけど、もう慣れてる人だとそれを脳内で高速処理して打ち込んでいくので、それをしていきますね。ちょっと初心者難しいので、もう、さっき伝えた、オクターブ5度。これでいいです。コード的に言うと、A フラット、B フラット。こっちでもいいです。どっちもいいです。はい。じゃあ次、サビもね、同じようにしていきましょう。サビはね、もう、シンプルに。4、5、3、6としていきましょう。はい。
じゃあ次ね、ドラムを打ち込んでいくんですけど、ドラムはどちらかというとメロディーに合わせていくような感じでパートを変えてあげます。じゃあまずイントロから作っていきましょう。早速ここ、タタッタッターンって来てるので、ドラムをね、合わせてあげる。まずは、スネアとドラムだけを打ち込んでいきましょう。ピアノ選択して、同じようにバランスをね、見ながら作っていきます。で、ここにほら、一発、なんかこういうのを入れときましょうと。で、本当はね、ハイハットとかスネアとかそういうのはね、トラックを分けた方がいいんですけど、ちょっとそこまですると解説がとても困難になるので、そこまでは今日しませんけど、本当はね、トラックは分けた方がいいよっていうところはね、押さえておいていただければと思います。で、ここイントロに入るので、スネアをね、ダッダーと2発追加してあげる。これだけで曲っぽくなると。で、このガシャーみたいな音を小節のこの頭にね、入れていきますよ。ドラム、バスドラムをね、適当に入れていって。ここ激しくて、いきなりそれが終わった後に、味気ない感じになっちゃってるんで、困ったら、こういうライドシンバルの音とかを入れてあげる。この辺いいですね。この子を入れてあげます。これでちょっとね、華やかさが増しましたよ。ではね、最後とはなりますけれど、最後に、ベースをね、打ち込んでいって、今回はね、終了という形にしていきましょう。今日はね、編曲まではやらないので、ベースは、もうドライフィンガーもうこの辺でいいですよね。ベースはね、オクターブで入れていきます。オクターブか、単音ですね。もしくは、コードの和音をバラバラで弾いてもいいです。ベースはどっちかっていうとドラムと同じでリズム体なので、メロディーとかコードの動きに合わせて打ち込んでいくと。今回ね、もうドラムを打ち込んでるので、ドラムの動きに合わせて打ち込んでいっても大丈夫です。キューベースのベースは、ここのレの音で、ボーンっていう音が出るので、それを使ってもいいですね。
じゃあね、完成したので聞いていきましょう。こんな感じです。はい、こんな感じですね。いかがでしょうか。今回ね、作曲ということで、全然編曲段階ではないので、ある程度の形しかできてないんですけれど、それでもね、それなりに聴けるような曲になってる。で、初心者はまずね、こういうのね、作れるようになるところまで目指していって、これが作れるようになったら、次、いよいよね、バイオリンとか、入れていって、編曲作業していくと。そういう風な流れになります。DAW に付属している音源でもそこそこ、それなりのね、曲が作れるということが分かってもらえたんじゃないでしょうか。ぜひね、真似してみてください。ちょっとね、初心者向けとか言ったんですけど、ちょっと難しい部分もあったかなと思いますね。やっぱり打ち込みとかになってくるとすごく大変なので、なかなか一緒に画面を見ながらやれたっていう方は少ないと思いますが、こんな感じでね、やってるよっていうのがね、伝われば嬉しいなというふうに思います。さっきお伝えしたように、ピアノ持ってない方とか、持ってるけど演奏がちょっと苦手だよとか、ここまで打ち込めないよっていう方もいらっしゃると思うので、この MIDI 音源についてはですね、配布いたしますので、ぜひね、概要欄のリンクからダウンロードしてください。チャンネル登録といいねボタンもね、忘れずに押してください。ただ一個注意点があるとすれば、作った歌詞とか、こういう楽曲自体の著作権とかはもちろん僕にあるので、自作発言とかやめてくださいね。あくまでデータは渡すんですけど、データを渡して分析したり勉強に使ってもらうことが目的なので、これをちょっとね、歌詞をちょこちょこって書いてメロディーちょこちょこって書いて自分が作りましたっていうのは、そういうのでちょっとね、本当に問題になるので、そういうのはね、控えてください。ただ個人としてメロディー変えたりとか歌詞変えたりして、自分で楽しむ部分とか自分で分析して勉強する分は、全然使っていただいて OK です。ただ、もうほとんど丸パクリみたいな状態で、自分が作りましたみたいなのは本当にやめてください。あくまで勉強用として提供させていただくので、そこはぜひご理解をお願いいたします。とはいえ、この動画を見て、このデータ使って、こんな風にね、自分でアレンジしてみましたとか、歌詞変えてみましたとか、そういうね、報告をしたい方とか、そういう方いらっしゃると思うので、Twitter に限っては、
全然アップしていただいて構いません。ただ条件としては、ハッシュタグ 161P 作曲講座。これをつけてね、投稿してください。で、こんな風にね、アレンジしてみましたとか、そういう報告はむしろ僕も嬉しいので、Twitter に限ってはね、していただいていいです。はい。というわけでね、今日の動画はこんな感じで終了したいと思います。もしこの動画が人気が出ればね、編曲編もね、ちょっとやってみたいと思いますので、それか生放送かなんかでやってみたいと思いますので、ぜひね、チャンネル登録をして、追いかけていただければいいかなというふうに思います。はい。というわけで今日の動画はこんな感じで終了したいと思います。わからなかったところとか、聞いてみたいこととか、たくさんあると思いますので、そういった方はね、ぜひコメント欄に気軽にね、残していってください。皆さんにね、反応させていただいておりますので、ぜひぜひ気軽によろしくお願いいたします。ここまでご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。チャンネル登録といいねボタンは忘れずに。それでは、バイバーイ。